こんにちは、オートウエストエンドです。さあ、今日も修理をしていきましょう。今持っていますのは BMW X5 のドアミラー、サイドミラーの中にあるモーターです。2つ入っておりますが、今回はそのドアミラーのティルト機能、傾く調整ができる機能ですね。その機能の故障の原因を探る、そのリベンジになります。映像の方は今どういう状態にあるのかというところを試しております。こうやって見てみますと左右には動いてくれます。はい。ただ上下に動く機能がもう失われてしまっているという状態です。それでは分解をしていきましょう。ミラーをね、今パパッと外しました。これ僕最初はね、もうね下手くそすぎてミラー割りました。ちゃんとした正しい外し方の動画も作っていますので、概要欄に載せておきます。ぜひ見てみてください。そして今ミラーを触っていました。ヒーターが内蔵されているんですが、それがちゃんと作動していたのかというところなんですが、とても冷たかったです。はい。そしてこの部分、これはもうハウジングを外してから分離していたんですが、この本当に手前で爪を持ち上げると外れることが分かっていたので、もう先に取ってしまいました。先ほどのものがついた状態でこのトルクスビットを使ってハウジングごと外すこともできます。ただ僕はね、今回あれを外した後ネジを外すと、ボルトを外すという手順にしました。そして前回なんですが、この中の接触の部分にグリスがたっぷり塗ってありました。そこが問題というのが BMW のフォーラムの方に書いてありましたので、それかなと思ってちょっとね脱脂をしたんですが、それで結局解決せずということで、もう他に考えられるのは、モーター自体がもう故障しているのかなということで、今回さらに深く分解をしていこうと。ただモーターってそんなに壊れるものじゃないと思っているのでね、接触の方をね前回疑ったんですが、どうでしょう。ここまでいったらモーターが原因だとは思いますが、分解をしていきます。そしてこの赤いパーツ、これが接触電極がねある、ところです。そこをね前回は脱脂をしました。はい。そしてギア周りもいろいろ見ていっておりますが、こう分解するのはとても簡単で、ただはまっているだけというような、はい、構造です。そしてこうやって見ていますが、特にその刃が欠けていたりとか変形していたりとか、そういったことはありませんでした。こんな感じでギアで外せる部分は2つ、そしてそれを外すともうモーターだけという状態になります。そしてこれネジかなんかで止まっているのかなと思いましたら、なんか上からカパッとはまっているだけで、ヘラで持ち上げるとすぐ外れました。そしてこれどっちがどっちのモーターかわからなくなっても大変なので、一応 A、B とね目印をつけております。そしてこの段階ではそのどちらが上下を担当していて、どちらが左右の動きを担当しているのかが分からなかったので、とりあえず A、B としております。でこの接触部分にここもねグリスがたっぷりついていたんですよ。
これはそういうものなのかなと思いながら、そして A と書いてあるモーターの方にたっぷりついておりました。一応こちらも全部あえてつけてあるんでしょうかね。一応脱脂しようというか、拭き取ろうということでやっております。モーター側の接触の部分もね、ショップタオルで吸い取って、奥の方までは無理ですが、表面だけですかね、こんな感じで拭き取っております。そしてアルコールをさらに使ってきれいさっぱりドライにしていこうと。で、一応このままそのモーターを同じ場所につなぎ直してもいいんですが、そうするとそのグリースの除去の有無で動かなかったかどうかが分かると思うんですが、せっかくなので左右入れ替えて接続することにしました。それで両方とも動けばグリスが問題で、逆の動きだけ、今度上下が動くようになって左右が動かないということになればモーターが原因だと、両方が分かるということで入れ替えてね、装着することにしました。このモーター自体はもう上からサクッと入れる感じで接触部分つなげることができます。はい、これでね、一体どういう結果になるのだろうとね思いながら組み付けております。この戻す手順は最初に分解したのと逆の手順でやっております。そしてこの赤い基板に触れる M 字型をした黒いパーツがあるんですが、そこについている電極、その配線の部分がすっごい繊細と言いますか、もう力をかけるともう取れてしまいそうな、そういうパーツなので、特にここは注意をして戻しました。よく見てみますと、その電極の部分1箇所折れているところがありましたので、本当にデリケートなパーツになっています。3つ電極が細いのが出て1つの電極として作用しているので、1つ欠けていても動いてはくれているようです。そしてこのコネクターの部分が毎回外すと落ちてきてしまうので、これも忘れずにはめ直しておきます。そして一旦ネジは止めずにこの状態で動作を確認と。そして大好きな養生テープが出てきました。これはね、僕はもうここはカナダバンクーバーなんですが、帰国のたびに必ず 2,3 ロール買って戻ってきます。それでは試してみましょう。この矢印をつけているところ、ちゃんと動いてますね。よかった。とりあえず1箇所動いた、その上と下ですねが動いているので、安心と。そして今度は左右に動かしてみますと、それは動かないんですよね。で、この上と下が動くと
でこれミラーをつけている状態を想像していただくと、この上と下が動いているということはミラーが上下運動をするということは、先ほど分解をしてモーターを入れ替える前は左右が動いていましたよね。なので今度は上下が動くということで、モーターを入れ替えた後そうなったので、やっぱりモーターが原因だったようですね。やっぱりというか僕はねモーターじゃないと思ってたんですけども、モーターが原因だったようです。これでそのグリスとかは関係なかったっぽいですね。はい。そしてこのモーターが黒だと分かりましたので、モーターを新しいモーターを注文をしていこうというところで、ネット上でいろいろ新しいパーツを見るときに手元にモーターがあった方がいいので、モーターをその動かなかった方ですね、それを外していきたいと思います。一応パーツナンバーとかが記載されていて、それを写真に撮ればいいんですが、実際それで見つからなかった時にその大きさですね、それを測ったりしながら探すと思いますので、一旦手元に置いておきたいということで今回外しております。そして外しておいた残った部分ですね、そこに電極がむき出しになっていますので、そこは一応念のため絶縁テープで絶縁をしております。ちなみにこの赤い基板はこのモーターのこのパーツ群と一緒に外すことができました。なぜかねちょっとレンズが汚れて申し訳ないですが、はい、モーターを一つだけつけた状態で戻します。しばらくねパーツが無事見つかって商品がね届くまでのお預けということで、そして今かぶせている蓋はモーターに来る部分に少しモーターを支えるような突起が出ているので、それを頼りにはめていきます。そして今回使ったツールは全部 T の10のトルクスビットでした。前回外した時はね結局原因が分からずすっきりしなかったんですけども、今回はその手元に新しいパーツはまだないですけども、原因が分かってすっきりと、もうあとはね新しいパーツが届き次第それをまたつければ治ると、期待を込めて、はい、気分はいい感じでいい修理になったなという感じでございます。ちなみにこのパーツがねすごいグラグラしてはめにくいです。結構ここで手こずります。このねギアが動いてしまうんですよね、片方だけに力を入れると。なので等分に力をかけてはめていきます。はい、そしてこちらが今回動かなかったと分かったモーターです。もしこれが見つからなければミニ四駆とかのモーターでもいいんですかね。ちょっとモーター単体でね買ったことがないもので、ちょっとこれからねいろいろ頑張って探さなければいけないのかなと。 BMW としてはもう本当にこのサイドミラーのハウジングアッセンブリとしてしか販売していないので、ちょっとこのモーター単体で探すのが苦労しそうではあります。結局見つからずにモーターを分解して修理して失敗したみたいな、そんな動画を上げていそうですが、実はこのモーター上下運動だけを残したのには理由がありまして、この BMW X5 はリバースに入れますと
サイドミラーが後輪のタイヤを映してくれるように下に傾いてくれます。その機能が使えますので、このモーターを上下運動だけできる状態に一旦しております。またそのリバース連動機能については近々動画を上げたいと思いますので、お楽しみにしておいてください。はい、ということでしばらく左右の調整機能は使えませんが、リバース連動機能がね使えるようになったので良かったなという感じです。ということで今回の動画参考になったという方はいいねボタンを、このドアミラーの修理の行方をまた見たいという方はぜひ登録ボタンをお願いいたします。それでは今回も最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。